はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。今日はちょっとね、緊急で動画を撮っているんですけど、これ言ってみたかったんですよね。本日6月1日、今現在お昼なんですけれども、今日の夜にシグマさんの方からね、発表されるのが、こちらの1628F2.8 の広角ズームレンズになります。この広角ズームレンズはですね、ソニーの E マウント用とあとは L マウントの、2パターンで発表される、予定になっていると思うんですけれども、僕はねソニーのミラーレスカメラを使っていて、なおかつね、最近だと結構動画が、メインになってきているので、そういった方にとって、買いの一歩になるのかどうなのかっていうところを、ファーストインプレッションとともに、お届けできればなというふうに思ってます。まずこの 1628F2.8 の、特徴になるんですけれども、レンズの重さ自体はですね、約 450g となってます。この辺りの広角ズームレンズとしては、正直めちゃめちゃ軽いってわけでもないし、重いってわけでもないので、ちょうど標準的な、重さのレンズになっているのかなというふうに思います。で、なおかつインナーズームレンズになっていたりだとか、フィルターも取り付けることができるので、動画を使っている人にとっては非常に扱いやすい一本になっているんじゃないかなと思います。で、広角ズームレンズ 1628F2.8 っていうと、真っ先にライバルとして思いつくのが、タムロンの1728の F2.8 だと思うんですよ。あっちと比べると重さ自体はほとんど差がないです。タムロンの方が 20g ぐらい軽いのかな。あっちが確か 430g だったと思うんですよ。で、価格ではタムロンの1728が今実売でね10万円を切っている価格になっていて、でこっちのシグマのレンズは発表時の価格が税込み14万800円ということだったので、多分店頭に並ぶ時の価格は12万円台ぐらいにもしかしたらなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。わかんないですけどね。価格を重視するんであれば単純にタムロンの1728かなと。17じゃなくて16スタートがどうしてもいいんだということであれば、このシグマの1628になるかなというふうに思います。ただレンズとして当然重要になってくるのはもう一つ描写力だと思うんですけれども、タムロンの1728はちょっと 2,3 年前のもうレンズにはなってしまって、こっちが最新世代っていうことを考えてもですね、本当ファーストインプレッションレベルではこのシグマに軍配が上がるんじゃないかなというふうに個人的には使って思いました。ただタムロンの1728もあれもねアップデートの噂があるんですよ。2875、あれもね去年かなんかにね、リニューアルしてかなりその描写力っていうところが上がったじゃないですか。あれと同じことが1728にも多分起こるっていうことを考えると、まだね発表もされてない出てないレンズなので、それと比較してどうこうっていう話ではないんですけれども、今年はですね多分今年になるのかな、もしかしたら来年になっちゃうかもしれないんですけど、ソニーの G マスターで 1635F2.8、 これもね今のね1635はかなり重くてでかくて正直僕使いづらいなと思ってるんですけど、あれが、リニューアルして多分 500g 台まで来るんじゃないかなっていうふうに思うので、個人的には今タイミングとしてはすごい微妙なタイミングだなと思ってて、やっぱり出揃ってから比較検討して買いたいなって思うなと思う一方で、すぐにでも広角ズームレンズで本当にねバランスのいいものが欲しいと思ってた方にとってはこのレンズかなというふうに個人的には思いました。動画をやってる人にとって 10mm 台の広角レンズ、何に強いかっていうとやっぱり Vlog を撮るときだと思うんですよ。今ここで使ってるのがですね、ソニーの 20mm の F1.8 の G レンズ、単焦点のものになるんですけど、僕これ結構 Vlog でこれまではよく使ってたんですけど、ただね、Vlog で使うとなると大体このくらいの距離感になるかなと思うんですけど、これ今アクティブ手ブレ補正をオンにしている状態で多少クロップはかかってるんですけれど、これでね結構もういっぱいいっぱいかなっていう気はするんですよね、20mm だと。でここでじゃあちょっとシグマの16mm の方に交換してみますね。今これねシグマの1628に付け替えました。で今だいたい 20mm ぐらいで撮ってるんですけど、これが 18mm ってなってくるとここまで広くなります。さっきまでね、もう僕頭上切れちゃってたかなと思うんですけど、やっぱこのぐらいの方が余裕ありますよね。
そういう意味においても広い画角を確保できるっていうのは非常に撮影がしやすいかなというふうに思います。さっきまで使ってたこのねソニーの 20mm はですね、F1.8 っていうこともあるので、室内で撮影することが多いとか、光量があまり確保できないような環境で、撮ることが多いという方にとっては F1.8 っていうのは捨てがたい部分では正直あるかなと思います。はい、というわけで本日はこの発表されたばかりのシグマの 1628F2.8 のファーストインプレッションだったんですけれども、最後にまとめると、このレンズはとにかく今ある、広角ズームレンズの中ではですね、一番総合点が高い、ズームレンズになってるかなというふうに思います。特に不満はないですね。細かいフォーカスブリージングとかっていうのもなんかそんなすごい出てるかっていうと全然出てないですよね。なんでこれはね、動画を撮る人にとっても非常に嬉しいところかなっていうふうには思います。はい、ただし今すぐ買いなのかっていうと、本当に今すぐ必要としてる人だけかなっていうのは正直僕が思うところで、やっぱり噂レベルではあるんですけれども、今年他の広角ズームレンズもアップデートを控えているっていうこともあって考えると、正直待ってみてもいいんじゃないかなっていう気がします。本当ね、これはちょっとタイミングの問題ですね。もうちょっと使い込んで、評価が変わってきたりだとか、皆さんにもうちょっと掘り下げてお伝えしたいなということが出てくれば、またそれは動画なり、なんかツイッターなりわかんないですけど、なんかでお伝えしようかなというふうに思うので、ぜひね、そのあたりも、チェックしていただければなというふうに思います。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。